ですね、事前に、いただいたお質問、なんですけど、印刷開始時、センサーの位置を9箇所ツンツンする移動があるのですが、その時にフィラメントをほんの微量テーブルに残してしまい、本印刷時に、踏んづけてしまいます。いい解決法ありますか？キャリブレーションがうまくいってないでしょうか？ということで、Mark3S プラスをね、使ってる方からのちょっとご質問ということで、回答していこうかなと思うんですけれども、これね、プルサミニも、Mark3S もそうなんですけど、こう、ピピピピピッツ、ピピピピピッツ、ピピピピピッツってこう読んでく、プルサ Mark3 をね、持ってる方は多分わかると思うんですけど、そのベッドのレベリングをね、9箇所、していく。3×3 でね、9箇所していくっていう動作を、します。で、その間に、多分動いてる間にノズルはね、ちょっと温まってるので、その間に多分フィラメントがこう、ずーっと落ちちゃってて、それがこう、本印刷、本プリントするときに踏んづけてしまうっていう、そういう感じのことなのかなというふうに思います。で、僕は同じようなものに事象にですね、出くわしたことがないんですけど、ノズルの待機温度が高いのかなっていうことはっていうふうに思います。プルサ Mark3S のですね、ノズルの待機温度って、確かプリント前は、180とかぐらいなのかな。プルサミニか、それは。マーク 3S ってどれぐらいだったかな。なんか待機温度があるんですけど、それが多分高くて、フィラメントがこう、別にエクストルーダーでこう、押し出してないんだけど、なんかこう、そこにノズルの先にずっといた状態がずる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 こう落ちてきちゃうってね。多分そういう感じなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、これは、フィラメントがボトボト落ちるその量にもよるかなと思います。僕はね、結構プリンターがこう定点をこうペペペペペって取りに行ってる間になんかゴミとか、前のプリントしたもののオブジェクトがあるときは無理やりもういきなりこうやって自分で、動いてようが構わずですね、取りに行っちゃうんで、あんまりやってないんですけど、なんだかそういう設定で、クリアするってことをしてないんですけど、ちょっと物理的にあまりにも多いんであれば、僕も遭遇したことがないので、プルサのそのカスタマーの方にちょっと相談してもいいのかなっていうふうに思います。カスタマーに行っても最終的に僕のところに来るかもしれないんですけど、あの、ちょっとね、僕もわかんない。もしかしたら、高い状態でこうずっと定点を言ってるのかなって気もしますけどね。なんだろうな。と思いながらちょっとこの質問はね、見てたんです。そこまで本当にものすごい量のフィラメントが落ちてて、それがもう影響あると、そのオブジェクトに対して影響があるっていうことであれば、やっぱりちょっと真剣になんか、対策しないとなっていうふうに感じるんですが、ちょっと落ちてるとかね、なんかそれぐらいだったらもう、ちょっと本プリントが始まる移動の前に、こう、どかしてしまうっていうかね、いうのをちょっと、おすすめというか、そういう対処法でなんとか乗り切っていただく感じかなというふうに、ちょっと僕なんかちょっと思わせていただいたというところでございます。ちょっと納金発送で申し訳ないんですけど、なんか、せっかくね、そのプルサの Mark3 って、オープンタイプっていうか空いてるので、なんかあった時にやっぱり修理アクセスしやすいですよね。で、それっていうのはそのヒートベッドの上も同様なので、なんかあった時にパッと止めて、バッと外してすぐまたプリントっていうのは、正直言ってこのね、今このカメラの後ろにある JG メーカーのね、このアーティスト D のね、エクストルーダーはね、もうなんか変な、なんか、鎧みたいなの被ってて、ものすごいめんどくさい。多分、その修理するのとか。めんどくさいなーって、だろうな、これって思いながらちょっといるんですけど、それに比べるとね、各部へのアクセスっていうのはがぜんやりやすいのがプルサミニとMark 3S なので、ちょっと納金的な発想にはなりますけれども、都度、ベッドの上になんかゴミが乗ってるとか、フィラメントのゴミがあるって時は、ちょっと都度、やっていくと、いうのがいいのかなというふうに思います。